次のカスタムまで資金繰りが大変なので、余ってる素材でプチカスタムしたいと思います。次のカスタム箇所もなんとなくイメージができているんですが、安く済ませようと毎日悩んでます。それは置いておいてまた次の機会に。ということでプチカスタムスタート。頑張って作ったナンバーの位置がちょっと気に入らないおっちゃん。今のままでも良いけど、もうちょっと上の方がかっこいい感じがするな。ナンバー隠しに作った画用紙が邪魔してうまくいかない。むむむ。ステー延長と補強でなんとかなりそう。前に使ってた補強のステンレスパイプを再利用。おかえりなさい。いつものホームセンターの手伝いでステー作り。怪我をしないためにも革の手袋をしましょう。このグラインダーにも慣れてきました。慣れてはきたけれど、やはり高速切断機欲しい。おっちゃん、また欲しい量が笑い。そんなこと言ってる間に切断終了。左右に必要なので2本切り出しました。こんな感じでナンバーの位置を延長します。作った延長ステーに穴を開ける準備をします。トンチで印をつけたら穴開けスタート。こうやって印をつけるとドリルの刃がずれなくなります。最近はインパクトドライバーで穴を開けてます。最初は使いづらかったけど楽に穴を開けれる気がします。こういう時にボール板があればいいな。こんな感じのツールです。中古でも良いので買っちゃおうかな。なくてもできるけど正確さと綺麗さが段違い。おっちゃん、そのうちきっと買っちゃいそうです。今の作業は 6mm の穴を 8mm に拡張してます。段階的に開けた方がスムーズに穴が開けれます。おっちゃん的に失敗が少なく急がば回れな感じです。上出来。一旦できたステーを仮組み。補強のためのステンレスパイプはそのままにして延長してみます。部品点数が多くなると不具合が起きそうですが、ちょっと様子見。前に作ったナンバーステーも強度的に問題なかったので、ちょっと補強を入れれば大丈夫そうです。ちょっと長くなりすぎた感じもするけど、位置的には良い感じです。しかし強度的にどうかなと不安です。一旦保留してどうにか補強を考えてみよう。ということで仕上げていきます。やはりそのままだと金属のバリがあるので、グラインダーで滑らか仕上げに。尖ったてっぺんで怪我をする可能性もあるので綺麗に仕上げましょう。塗装した時の仕上がりにも影響します。また仮組み。配線がごちゃごちゃしててお見苦しいのはごめんなさい。さて、ステーの形状が決まったけれど、カニアステーを使って補強するか、新たに板を追加して補強するか、また悩みのポイントができました。そしておっちゃん気がつきました。ナンバー位置をずらすということは、ウインカーの線やナンバー灯の位置もずらさなければ。バラしたついでに前に作った LED 抵抗器を改良したので防水加工を施します。おっちゃん防水加工にはいつもこれです。バスボンド9。シリコンが入ってるので手についたらベタベタでツルツル滑ります。なので手袋をしましょう。耐熱温度150度なので小さな抵抗器には十分です。今のところ問題は発生してません。灰色い部分が耐熱パテを塗ってるところなので、パテを覆うように防水加工をします。防水加工が終わったら24時間ほど放置します。さて、ステー製作に戻ります。こんな感じで純正フェンダーを取り付けてた箇所にステーを足して溶接したいと思います。溶接開始。貼り付け溶接して本溶接開始です。
アークの発生もだいぶスムーズになってきました。調達してるのを感じます。玉にならなくなった分溶接強度も上がってるかな。もう片方も同じように溶接。いい感じ。もうちょっと均一な感じに溶接できるようにしたいな。釘溶接ハンマーが曲がってしまいました。溶接して補強しよう。ひとまずハンマーの修復作業を。順調にアーク発生。取れた。気を取り直してナンバーステーの溶接を再開。何事もなかったかのように溶接を再開するおっちゃん。素敵。どんどん溶接してスキルアップしよう。あれ、なぜか先がない。笑い。よし、完成。後で塗装して組み上げます。続きましてナンバー塔を移設するので、そのためのステー製作を省略して完成。溶接します。良い角度、がっちり固定して溶接しよう。まずは仮付け。角度を確認できたら本溶接します。表と裏も溶接しました。そういえばナンバーつくので溶接跡が盛り上がってはダメでした。グラインダーで平らに。裏側を念入りに溶接しました。時短で塗装過程省略。装着。溶接は汚いけれど裏側は補強も入れてバッチリ。 T 字型の延長ステーもしっかりつきました。周りがごちゃごちゃしてるのは見逃してください。完成しました。かっこいい。ということで今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。